第一章かけがえのない親友、木下稜と中村健太は、大学のキャンパスで、2人セットと呼ばれるほどの親友だった。同じ経済学部のゼミに所属し、放課後は同じファミレスで将来の夢を語り合う。それが彼らの日常だった。助は、裏表のない社交的な性格で、いつもサークルの中心にいた。一方の健太は、少し内向的で、物事を深く考えるタイプ。真面目すぎるがゆえに、要領よく立ち回ることが少し苦手だった。季節は秋に差し掛かり、周囲がインターンやエントリーシートの話題で騒がしくなり始めていた。助が持ち前の行動力で、いくつかの企業説明会に参加する一方、健太は明らかに浮かない顔をしていた。なあ健太、こないだの説明会、結構面白かったぞ。お前も次、一緒に行こうぜ。ファミレスの硬い椅子に深く沈みながら、健太はため息をこぼした。でも、俺なんかが言ったって、どうせダメだよ。またそれか、お前、真面目だし、コツコツやるタイプなんだから、絶対向いてるって。助はいいよな。自信があって、俺には、自分が何をしたいのか、何ができるのか、さっぱりわからないんだ。うつむく健太の目には、漠然とした、しかし深い不安が宿っていた。助は、その不安をうまく拭ってやれない自分に、少しのもどかしさを感じていた。だが、この時の助はまだ知らなかった。健太が抱えるその不安こそが、取り返しのつかない事態を招く悪魔の入り口になるということを。まあ、焦るなって、とりあえず、今日のところはレポート仕上げるぞ。助はそう言って、健太の背中を軽く叩いた。いつもの日常、それがまだ、当たり前に続くと信じていた。第2章変容の始まり。健太の変化は、突然訪れた。ある週末、助がサークルの飲み会に健太を誘うと、健太は珍しく今日は行かなきゃいけない場所があるからと断った。なんだよ、付き合い悪いな。デートか、違うよ。ちょっと自分探しのセミナーみたいなものだ。それを聞いた助は、健太も就活でいろいろ考えてるんだなと、特に気にも留めなかった。しかし、翌週会った健太は、どこか様子が違っていた。いつも伏せがちだった目が、妙にギラギラとしている。そして、やたらと早口でまくし立てるようになった。亮、すごい人に出会ったんだ。俺、今までなんて小さい世界で生きてきたか分かったよ。すごい人って誰だ？神崎先生だ。ネオフロンティアセミナーっていうのを主催してる人で、もう、オーラが違うんだ。健太が語るには、そのセミナーは、自らの内に眠る無限の可能性を解放し、古い価値観を破壊することで、誰でも本当の成功者になれるというものらしい。なんか怪しくないか？自己啓発ってやつだろ。助が素朴な疑問を口にすると、健太はカッと目を見開いた。怪しくなんかない。助は知らないからそんなことが言えるんだ。神崎先生は、俺たちみたいな凡人がいかに社会の奴隷として生かされているかを教えてくれるんだ。健太の剣幕に助は思わず言葉を失った。あの物静かだった健太が他人の言葉を遮ってまで熱弁を振るっている。俺、決めたよ。このセミナーに通い続ける。そして本当の自分を見つけるんだ。そう宣言する健太の横顔は、亮の知っている親友のそれとは全くの別人のように見えた。第3章教祖神崎。助は、健太がそこまで言うのならと、健太から教えられたセミナーのウェブサイトを覗いてみた。そこには、純白のスーツに身を包み、自信に満ちた笑顔で、腕を組む男の写真が掲載されていた。教祖神崎。年は40代といったところだろうか。古い自分を脱ぎ捨て、新しい地球の波動とシンクロせよ。月収100万円は、もはや通過点に過ぎない。そんなキャッチコピーが、派手なフォントで踊っている。どう考えてもうさんくさい。助は、健太にそのセミナー、ネットでの評判とか調べたのか？と尋ねた。健太は、まるで汚いものを見るかのように顔をしかめた。ネットの情報なんて、全部古い人間たちの嫉妬だよ。成功できない連中が、成功しようとする人間の足を引っ張ってるだけだ。神崎先生もそう言ってた。もはや、亮の言葉は健太に届いていなかった。健太は、週末になるたびに、そのセミナーに通い詰めた。今日は、先生から直接エネルギーをもらったんだ。手のひらがビリビリする。固定観念を捨てるトレーニングで、涙が止まらなかった。健太が語るセミナーの内容は、助には到底理解しがたいものだった。薄暗い会場で、
大音量の音楽とともにトランス状態になり、互いのコンプレックスを大声で叫び合う。神崎が君たちは選ばれたと叫ぶと、参加者全員が泣きながら抱き合うのだという。健太はそのセミナーの初回費用としてバイト代のほとんどである5万円を支払っていた。助は親友が自分の手の届かない場所へ急速に流されていくのをただ呆然と見ていることしかできなかった。第4章50万円の上級コース。決定的な亀裂が入ったのはそれから1週間後のことだった。助が大学の講義室でノートを取っていると、健太が興奮した様子で駆け寄ってきた。りょう、すごいニュースだ。俺選ばれたんだ。選ばれたって何に？上級コースだよ。神崎先生のインフィニティサークルだ。これを受けられるのはセミナー生の中でも特に才能を認められた人間だけなんだ。健太はまるで神の啓示でも受けたかのように目を輝かせている。で、それいくらするんだ？助が冷静に尋ねると、健太は一瞬言葉に詰まった。50万円だ。50万。助は思わず大声を出した。周囲の学生たちが何事かとこちらを振り向く。バカ言え、そんな金学生にあるわけないだろ。だから助にお願いがあるんだ。健太はごくりと唾を飲み込んだ。俺に50万貸してくれないか。助は全身の血が引いていくのを感じた。健太、お前本気で言ってるのか？目を覚ませよ。50万だぞ。そんなのどう考えたって詐欺じゃないか。詐欺じゃない。健太が今までにないほどの声で怒鳴った。これは詐欺じゃない。自己投資だ。これをクリアすれば俺は本当の自分になれるんだ。50万なんてすぐに稼げるようになる。どうやって稼ぐんだよ。助にはわからない。神崎先生の教えを理解できない。古い価値観に縛られた助には一生わからない。健太は憎しみに近い光を宿した目で助を睨みつけた。もういい。お前なんかに頼んだ俺がバカだった。お前は俺が成功するのが怖いんだろ。違う。健太のことが心配だから。黙れ。健太はそう言い捨てると講義室を飛び出していった。残された助は呆然と立ち尽くすしかなかった。親友との間に走った修復不可能なほどの深い溝。その現実だけが冷たく横たわっていた。第5章借金と孤立。助と健太の関係はあの日以来完全に断絶した。大学で顔を合わせても健太は助を無視し、同じセミナー仲間らしき連中と異常なテンションで成功哲学を語り合っている。助は何度も健太に連絡しようとしたが、電話は着信拒否され、LINE は既読スルーされるだけだった。やがて健太に関する不穏な噂が共通の友人たちから亮の耳に入るようになった。なあ、健太、大学休学するらしいぞ。あいつ消費者金融から金借りてるみたいだ。やばいって。実家の親御さんにも留学費用が必要だとか嘘ついて金振り込ませたらしい。助はいても立ってもいられず健太のアパートを訪ねた。ドアを叩いても返事はなかったが鍵がかかっていなかった。恐る恐る中に入ると、そこは亮の知る健太の部屋ではなかった。部屋のあちこちに神崎の写真が貼られ、棚には神崎先生の波動入りと称する高額なパワーストーンや何本もの聖水と呼ばれるミネラルウォーターのボトルが並んでいる。健太はベッドの上で焦点の合わない目で天井を見つめていた。健太、大丈夫か？助が肩を揺さぶると、健太はうつろな目でゆっくりと助を見た。ああ、助か。なんだよ。邪魔しに来たのか。お前、大学どうするんだよ。借金してるって本当か？大学は辞める。俺は神崎先生の下で働くことにしたんだ。先生のビジネスを手伝うんだ。もう古い社会のレールの上を歩くのは終わりだ。健太の痩せこけた方とくぼんだ目を見て助は言葉を失った。これは単なる自己啓発セミナーなどではない。人の不安につけ込み金と人生を絞り取る悪質な洗脳だ。健太、頼むからもう一度ちゃんと話そう。あんなやつ絶対におかしいんだって。うるさい。出て行け。健太は子供のように耳を塞いだ。俺の邪魔をするな。出て行け。助はアパートから追い出された。親友を救えない無力感と神崎という男に対する強烈な怒りが腹の底から湧き上がってきた。第6章決意の潜入捜査。
あいつを救い出せるのは俺しかいない。あの日から亮の心に宿ったのはその一心だった。健太の家族に連絡を取ろうにも健太自身が親は古い価値観の象徴だと言って実家との連絡も絶っているらしい。警察に相談しても成人同士の金銭トラブルであり、本人が望んでやっているなら介入できないとまともに取り合ってはもらえないだろう。助は決意した。神崎の悪質な手口を暴くための動かぬ証拠をつかむ。助はなけなしのバイト代をかき集め、健太が最初に払ったという5万円の初回セミナーに自ら申し込んだ。そしてネット通販でシャツのボタンにカモフラージュできる小型のカメラを購入した。もしバレたらただじゃ済まないかもしれない。恐怖がなかったわけではない。だが親友の変わり果てた姿を思い出すとそれ以上の怒りが湧き上がってきた。セミナー当日、助は指定された雑居ビルのホールに足を踏み入れた。会場は異様な熱気に包まれていた。神崎はステージの上で身振り手振りを交えながら大声で叫んでいる。君たちは無限の可能性を秘めた原石だ。しかし社会が、学校が、そして君たちの親がその輝きを曇らせている。参加者たちは何かに疲れたようにそうだその通りだと叫び泣き出す者までいる。セミナーの後半、照明が落とされ感動的な音楽が流れる中、神崎は声を潜めて語り出した。今日は君たちに本物の力を授けよう。これは私がヒマラヤの奥地で手に入れた特別な聖水だ。これを飲めば君たちの内なる宇宙が目覚める。スタッフが小さなボトルを参加者に配り始める。ただしこの水は非常に貴重で高価なものだ。この水の真の価値がわかるものだけに今日は特別に30万円でお譲りしよう。助は小型カメラのレンズが神崎の顔を正確に捉えていることを確認しながら怒りで震える手を必死に押さえていた。この聖水を買わない者はまだ古い自分に執着している証拠だ。そんな人間は一生不幸なままだ。神崎は参加者の不安を巧みに煽り高額な商品を売りつけていた。これは紛れもない悪質な洗脳商法だった。第7章法律という武器。セミナーの翌日、助は録画した映像データが入った SD カードを握りしめ市内の法律相談所へ駆け込んだ。応対してくれたのは50代ほどの冷静な目をした男性弁護士だった。それでご親友が洗脳状態にあると弁護士は亮の話を淡々と聞いていたが、助が差し出した SD カードの映像を PC で再生し始めるとその表情を厳しく曇らせた。この聖水を買わないとあなたは不幸になるか。弁護士は映像を一時停止し助に向き直った。これは悪質ですね。その一言に助は救われた気がした。弁護士さん、これで健太を助けられますか。あいつ借金までして落ち着いてください。木下さん、あなたの集めたこの証拠は非常に強力です。弁護士は法律の専門家としての冷静な口調で説明を始めた。まず神崎という男の手法ですが、この商品を買わないとあなたは不幸になるなどと参加者の不安を不当に煽り正常な判断ができない状態で高額な契約を結ばせる行為は消費者契約法違反にあたる可能性があります。消費者契約法 A、消費者が事業者の不適切な勧誘によって困惑し誤った判断で結んでしまった契約は後から取り消すことができると定められています。弁護士は続けた。さらに神崎が最初から金銭を騙し取る目的で非科学的な聖水やパワーストーンをさも効果があるかのように偽って販売していた場合、刑法の詐欺罪に問われる可能性も十分にあります。詐欺罪、はい、あなたのこの録画映像はその何よりの証拠となります。亮の目から涙がこぼれた。ようやく親友を救うための武器を手に入れた気がした。弁護士さん、俺どうすればいいですか。まずご親友の両親に事情を説明し協力を得ましょう。契約の取り消しと返金請求はご両親からも行うことができます。弁護士の力強い言葉に助は強くうなずいた。第8章反撃ののろしのろし。助は弁護士と共に健太の両親がいる地方の町を訪れた。健太の両親は息子の表変ぶりに心を痛めていたがどうすることもできずにいたという。
助が持ち帰った潜入映像と弁護士からの法的な説明を受け、2人は息子の目を覚まさせてほしいと助と弁護士に全てを託すことを決めた。反撃の舞台は1週間後に開催される神崎のセミナーの中でも最大規模の特別覚醒セミナーと銘打たれたイベントに決まった。健太も上級コースのメンバーとして必ず参加するはずだ。当日、会場となったホテルの大宴会場にはこれまでにない数の参加者が詰めかけ、異様な熱気に満ちていた。健太も最前列の席でまるで神崎の言葉を一言も聞き漏らすまいとするかのようにトランス状態に近い表情でステージを見つめている。ステージ上の神崎はこの日最高潮に達していた。諸君、よくぞ集まってくれた。君たちはこの日本を導く選ばれしリーダーだ。会場が割れんばかりの拍手と歓声に包まれる。そして今日この覚醒の最終ステージに到達した諸君だけに特別なご案内がある。神崎はじらすように間を置き声を潜めた。プラチナインフィニティコースだ。これは私神崎の全てを継承する究極のコースだ。選ばれた君たちだけにその権利を与えよう。費用はたったの100万円だ。会場の一部がどよめいた。100万円という金額にさすがに躊躇する者もいる。神崎はそれを見透かしたように笑みを浮かべた。高いと思うかね。100万円で一生続く成功と幸福が手に入るんだ。むしろ安すぎるくらいだ。そうだ、安い。健太を含む熱心な信者たちが立ち上がって叫ぶ。さあ、このチャンスをつかむのは誰だ。神崎が高らかに宣言し、参加者たちがステージ前に殺到しようとしたその時だった。第9章教祖の崩壊。そこまでです。神崎さん。会場の後方の扉が勢いよく開き、冷静な声が響き渡った。参加者たちが一斉に振り返ると、そこには助とあの日の弁護士が、数名の屈強な男たち弁護士事務所のスタッフと警備員らと共に堂々と立っていた。健太が亮の姿を認め、驚愕に目を見開く。助？なんでお前がここに。神崎は一瞬の動揺を見せたが、すぐに尊大な態度を取り戻した。なんだ君たちは。選ばれざる者が神聖な儀式を妨害する気か。スタッフ、彼らを追い出したまえ。スタッフが数人助たちのもとへ駆け寄ろうとする。おやめなさい。弁護士が冷ややかにそれを制した。私たちがここに来たのは他でもない。あなたが言ってきた詐欺行為の証拠を皆さんにお見せするためです。詐欺だと？神崎が激高する。証拠でもあるというのかね。名誉毀損で訴えるぞ。ええ、証拠ならここに。弁護士はホテルのスタッフに合図を送り、神崎がプレゼンのために使っていた巨大なスクリーンにある映像を映し出した。それは助が小型カメラで撮影したあの潜入映像だった。この聖水を買わない者は一生不幸なままだ。30万円を払うだけで君たちの宇宙が目覚める。神崎の下品なまでに不安を煽る声が大音量で会場に響き渡る。参加者たちが凍りついたようにスクリーンを見つめていた。なんだよこれ。ヒマラヤの聖水ってただの水じゃないか。不幸になるって脅されてただけ。神崎は顔面蒼白になっていた。ね、捏造だ。こんなものはすべて捏造だ。神崎がみっともなく叫ぶ。弁護士はその集体を冷ややかに見下ろし、マイクを握った。神崎氏、あなたが参加者の不安を不当に煽り、正常な判断ができない状態で高額な契約を結ばせてきた行為は消費者契約法第4条に違反する悪質なものです。弁護士はそこで言葉を切り、神崎を鋭く睨みつけた。さらに非科学的な水や石をさも万病に効くかのように偽り、高額で販売し続けたあなたの行為は刑法第246条詐欺罪にあたる可能性が極めて高い。神崎がカエルの潰れたような声を上げた。ここにいる中村健太さんおよび他の複数の被害者の方々から依頼を受け、本日これまでにあなた方が支払ったセミナー費用、物品購入費用、そのすべての契約の取り消しと全額の返金を要求します。うわー、騙された、金返せ。我に返った参加者たちが一斉にステージに詰め寄る。待て、話せばわかる。
これは君たちのため。神崎はなおも悪あがきをしようとしたが、弁護士が静かに告げた。それから会場の入り口にはすでに警察の方々がお待ちです。あなたの詐欺罪の容疑についてじっくりと事情を聞きたいそうですよ。その言葉が神崎の耳に届いた瞬間、終わった。教祖と呼ばれた男はその場に崩れ落ち、無様に泣き叫んだ。その姿を健太はただ呆然と見つめていた。第10章取り戻した友情。神崎はその場で警察に詐欺容疑で任意同行を求められ、後日正式に逮捕された。弁護士の尽力により神崎グループの資産は差し押さえられ、健太が支払った150万円以上のお金も無事に全額が返金されることになった。他の多くの被害者たちも弁護士を通じて返金手続きを進めることができた。健太は両親に泣きながら謝罪し、休学していた大学にも復学の手続きを取った。あの日以来、健太は亮の顔をまともに見ることができずにいた。大学のキャンパス。あの日のファミレスで2人は久しぶりに向かい合って座っていた。スケ、本当にすまなかった。健太が消え入りそうな声で頭を下げた。俺どうかしてた。スケがあれだけ止めてくれたのに、お前にひどいことまで言って。もういいよ。スケは健太の言葉を遮って笑った。俺もお前が何かに必ず身になってるのをただ怪しいってだけでちゃんと向き合おうとしなかった。悪かった。健太は顔を上げた。その目にはもうあのギラギラとした狂気はない。以前のあの物静かで誠実な親友の目が戻っていた。ありがとう。スケ、お前がいなかったら俺本当に人生ダメにしてた。水臭いこと言うなよ。俺たち親友だろ。スケが差し出した拳に健太が少し照れくさそうに自らの拳をコツンと合わせた。失った時間は戻らない。健太が背負った心の傷も簡単には消えないだろう。だが2人の間にはあの日失ったかに見えた友情が確かに前よりも強く結び直されていた。さてとスケは大きく伸びをした。遅れを取り戻さないとな。就活一緒に頑張るぞ健太。健太は今度こそ心の底からの笑顔でうなずいた。空はあの騒動が嘘だったかのように高く青く澄み渡っていた。今回の法律 Tips。 今回のエピソードには私たちの生活を守るための重要な法律が関わっています。1、消費者契約法不実告知。不安を煽る告知。事業者が事実と違うこと不実告知を告げたり、これを買わないと不幸になるなどと消費者の不安を不当に煽ったりして結ばせた契約は後から取り消すことができます。今回の神崎の清水を買わないと不幸になるという手口はまさにこれに該当する可能性があります。2、詐欺罪刑法第246条。最初から相手を騙すつもりで嘘の事実を告げて金品を交付させる行為は詐欺罪にあたります。今回のセミナーのように非科学的なものを必ず儲かる人生が変わると偽って高額で売りつける行為は詐欺罪に問われる可能性があります。3、相談窓口消費者ホットライン188。いやや、これって契約して大丈夫かな？騙されたかもしれない。そう思った時は一人で悩まないでください。消費者ホットライン188に電話すれば最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してくれ、専門家が対処法を一緒に考えてくれます。本動画はフィクションであり専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。